こんにちは、りょうです。今回はラジコン飛行機の主翼の設計に役立つソフト、ウィングヘルパーを紹介します。今回動画が長編になってしまったので、2つの動画に分けることにしました。前編基本編として、リブの設定、翼型の選択、上半角の設定の仕方について説明していきます。後編、応用編では、スターの設定、リブコム、楕円型主翼の作成、レーザーカットのためのデータエキスポートについて説明していきます。まずは公式サイトからソフトをダウンロードします。ウィングヘルパーと検索してサイトにアクセスします。ダウンロードページのリンクは概要欄に記載しておきますので、そちらからアクセスしてください。このように Windows、Mac に対応しているので、環境に合わせてインストールしてください。ウィングヘルパーは主翼設計に特化した CAD ソフトです。このソフトの特徴はたくさんあるんですが、4点に絞って紹介したいと思います。1点目は、複雑な挙動に慣れてない人にでも使えてしまうです。2点目は、直感的な操作とリアルタイム 3D 表示でイメージをつかみやすいです。3点目は、翼型テンプレートが豊富なので、オリジナルの翼を作ることができます。4点目は、二次元データをエクスポートできるです。この二次元データを加工して、レーザーカットのデータを作成することができます。逆に、このソフト、ここが良くなってくれたらという点についても話します。このソフトはすべて英語表記なんですよね。でも、僕みたいな小学生でも慣れれば使えるようになるので、ここはエイヤーで乗り切りましょう。では、インストールした Wing ヘルパーを起動してみましょう。Wing パネルのボックスの下にある Add ボタンを押して主翼の情報を入力していきます。すでに左側に適当な値が入力されていますが、ここの値を調整していきます。数値を入力変更するとすぐに 3D ビューアーに反映されます。設計のイメージがつかみやすいです。このあたりが直感的な操作性につながっています。また、こちらのボタンを押すことで様々な視点から確認することができます。これは上面、下面、中央から、翼端側からの視点になります。また、シフトを押しながらドラッグすると平行移動しますので覚えておくといいと思います。それでは早速リブの設定からしていきます。こちらに歯車ボタンがあるのでこれを押します。するとリブの厚さとリブの枚数、リブ間の距離を設定する画面が現れます。ここではリブの厚さを 1.5mm、リブの枚数を25枚、リブ間の距離を 30mm と設定しておきます。この設定をすることによって自動的に翼のスパー、長さが決まります。OK ボタンを押すと長さの値が 721.5mm に更新されます。ここの設定を変更した場合は、リブのタブのジェネレートリブボタンを押して 3D ビューアーを更新してください。ベースデータタブのところに戻ります。ルートのところは中央翼になります。翼の長さによって翼が変わってきますが、だいたい 150mm から 185mm くらいが既製品のハンドランチぐらいであれば設定されています。ここでは仮に 170mm を入力しておきます。ちっぽい翼端の翼弦になります。通常、翼の端になるに従って翼は小さくなっていくので、主要翼弦よりも小さい値が入ります。ここでは 90mm を入れておきます。
シンプルな値は、翼端に向かってどの程度翼端を示されるかの値ですので、このように視点を上からにして確認しながら調整するといいと思います。ここでは60ミリに設定しておきたいと思います。こんな感じですね。次に、翼型を選択します。翼型はライブラリーから選択することができます。今回は AG35 をセットしておきます。もし中央の翼型と翼端の翼型を別々にしたい場合は、別個に設定します。選んだ瞬間に 3D ビューアーが更新されるので、設計のイメージはすぐつかめます。次に上半角を設定します。これは翼と水平線のなす角のことです。上半角をつけることは安定性が増し、初心者にも扱いやすい飛行特性になります。ラダー機では16度から20度、エルロン機では1桁の値からローティンの角度が入ることが多いです。ここではエルロン機として18度に設定します。左から2番目にあるリブタブに移りましょう。ここではリブの形を一つ一つ確認することができます。先ほど設定したリブの間隔 30mm、リブの厚さ 1.5mm がここで確認できます。この後、スパー、トランク、リブコムなどの設定をしていきますので、互いのパーツが干渉しないかも、ここで確認することができます。リブは右クリックでリブの追加削除。この値を並行することで、リブの間隔やリブの厚さなど、個別に編集することができます。中央リブを厚めにして、外側に向かって薄くする。また、中央あたりのリブの間隔を狭くして、翼端のリブの間隔を広くするといったことも、この値を調整することで簡単にできます。また、エルロン機で主翼にサーボを配置する場合は、配置の位置にもよりますけれど、リブの1番から3番目あたりでサーボが入るぐらいのリブの高さを確保しないといけません。3D ビューの下にある OK ボタンをクリックして、ファイルメニューからここでセーブを選んで保存します。Wing Helper Part 1の使い方はここまでで以上になります。いかがでしたか？ Wing Helper の基本編。次のパート2では応用編としてスターやリブコムの設定、楕円翼の作成の仕方、レーザーカットのためのデータエクスポートについて説明していきたいと思います。自分のアイデアを形にして空へ飛ばす楽しみをぜひ体験してみてください。この動画が役に立ったと思ったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。